こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いいたしお願いしま。ますはい、今日は、介助時の基礎5つのポイントということで、いつも基礎と言ったら、体を近づけましょうとか自分の体重を利用しましょう、利用者さんの体重を利用しましょうみたいなことを話してたんですが、今回はね、ボディメカニクスも大事だけども、そもそももっと別のところの基礎のお話をさせていただきたいなと思います。めっちゃ大事ってことでね、本当に大切なことばかりなので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、で僕が講師を担当してます機能訓練スクールというものもありますので、概要欄に貼っておきます。もし気になる方はチェックしてみてください。よろしくお願いします。では早速5つのうち1つ目やっていきます。では、1つ目、その方を知る、理解するってところですね。その方の体の使い方であったり、あとは疾患ですね。ただ疾患と一言で言っても、例えば肩麻痺でもいろんなパターンがあります。脱力している肩麻痺の方もいれば、筋肉の緊張が高くてぐーっと力が入ってしまうパターンですね。そういった方の、特徴を知るっていうことがすごく大事で、例えば、その肩麻痺で言ったら、筋肉の緊張が高い場合、この緊張を利用すると、うまくできるケースもありますし、脱力している方ですね。脱力している場合は、じゃあどっか他に注意点はないのかですね。膝折れとかは当然なんですけど、肩の脱臼とか、股関節とか痛めやすいので、そういったところを注意しながら、解除するってことが非常に大事になってくるので、その方の疾患であったり、疾患以外もですね、その方の日常、体の使い方、ADL の状況、そういったところもしっかり考えた上で解除するっていうのはすごく大事なポイントかなと思います。はい。じゃあ2つ目、声かけですね。声かけ、ごく当たり前のことなんですけど、声かけ一つで、嫌がっている利用者さんをうまく誘導できたりとか、あとこっちのね、初心者の方とか、介護経験が少ない方であったり、そういった方っていう緊張感ですね。そういったものを、利用者様に伝えてしまうと、利用者さんもかえって緊張してしまって変に力が入ってかえって介助の邪魔になってしまうケースもあるので、うまく声かけして今からどういう動きをしてもらうのか、どういった介助をするのか、それ以外の声かけもすごく大事なので、いろんな面で声かけしながら介助をしていくっていうのは本当に大事なことかなと思います。はい。じゃあ次3つ目ですね。3つ目が中腰筋握りです。中腰筋握りの動画上げてますけど、握り方ですね。こうじゃないんですね。利用者さんの手を持つときにぐーっと力を入れてしまう。例えば脇の下に手を入れて、解除するときも、こう持つときも、ここにね、指先に力が入ったりすると痛くなります。なので、中腰筋握り言って、この指の中に入ってる筋肉、これが中腰筋という筋肉なんですけど、この筋肉を使う握り方ですね。こういう握り方をしてあげると、痛みを与えにくい。で、なんでこういうことをするかっていうと、広い面積を当ててあげるってことです。点で持っちゃうと皮下出血を起こしやすいし、痛みを出してしまいやすいので、広い面積で持つ。で、これ以外にも、ここじゃなくて、体に近いところを使っていくってことですね。例えば、指先だけ、手だけで中腰筋握りしてるから言うて、こういう解除をするのもいいんですけど、もしできるのであれば前腕を使う。上腕を使う。もっと言えば体幹を使う。広い面積を使って解除してあげるってことが非常に大事です。これは、その方の、皮下出血を起こさせない、痛みを出さない、あと解除が安全にできる。その分体が近くなっていくので、体の内側の筋肉っていうのは体幹に近ければ近いほど筋肉が大きくなっていくので、少ない力で大きな力を生み出すことができるので、より安全に解除ができるってところになってきます。じゃあ4つ目がね、膝ロックってことですね。膝ロックはちょっと今から、別のアングルで撮って説明しますけど、簡単にね、説明します。膝ロックの動画たくさん上げてます。ぜひそっちも詳しく見ていただきたいんですけど、これができるとなんでいいかって、もう異常がまず安全にできます。で、異常だけじゃなく座り直しにも応用が効きます。なので、これ一つ覚えてるだけで、結構いろんなケース、解除量が多い場合でも使えますので、ぜひ覚えていただきたいので、ちょっと撮影します。はい。では、膝ロックの説明しますが、このね、うちのチャンネル内で、
膝ロックって検索かけてもらったらいくつか動画出ると思うので、それらを見ていただくとより詳しくわかると思います。今から本当に簡単にだけ説明します。何かというと、リュウサさんの膝が折れるとき、膝折れですね、こう崩れるとき、これを防ぐやり方です。異常のときにこう持ち上げて膝折れしたときに、膝折れしてこう今支えてるんですけど、膝で支えてるんですけど、この膝折れをさせないやり方です。膝がカクンって抜けるのを抑える。膝折れってなんで起きるかというと、膝が曲がるか、股関節が曲がるか、このどっちかです。なので、膝を押さえておきます。膝を押さえておくと、膝を曲げようとしても曲がらない。で、股関節を後ろに曲げようとしたときに、股関節をお尻ですね、お尻をしっかり支えておくと膝折れできない。これで今山田君どんだけ座ろうと思っても座れない状況ですね。っていうのが膝ロックです。で、膝ロックのやり方はいろいろあるんですけど、お腹で押さえるやり方、足で押さえるやり方。ただこれ本当に異常だけじゃなくて、座り直しですね。ちょっと立ってもらって膝をぐーっと押してあげる。これだけで座り直しができたりもしますので、すごい便利なので、ぜひね、他の動画見て勉強していただきたいなと思います。で、最後、5つ目です。これめちゃくちゃ大事だと思うんですけど、使い分けるってことです。何をか、例えば膝ロック、今説明した膝ロックを、利用者さんみんなにするのかって言ったらそうじゃなくて、その方、例えば重たい膝ロックを使わないとできない。別に皆さんに使ってもいいんですけど、例えば膝が痛い方には使えないし、皮下出血を起こしやすい方っていうのもなかなか使いにくい。あと膝折れじゃなくてかえって緊張が高いケース、反り返ってしまう場合っていうのは、あんまり膝ロックやっても意味がないので、使わない。そういった使い分けであったりとか、座り直しとかでもよくあるんですけど、手脇通してこう持つようなやり方、これも、例えばすごいやりやすいんですけど、皮下出血を起こしやすい方であれば、もちろんできない。なので、前からやるようなやり方をいくつか紹介してますけど、別の動画で。そういったやり方であったりとか、いろんな武器というか、引き出しを持ってると、その方に合ったやり方を、使えるので、非常に安全に異常であったり、解除ですねができるので、そういった使い分けをしてほしいですね。これしかできないっていうのであればやっぱりちょっと、幅が狭くなるので、できたらいろんな技術を身につけていただいて、その方の利用者さんの疾患であったり、その方を理解した上でどういった解除が一番適切なのかなっていうのをしっかりと分かった上で解除していただくっていうのは非常に大事かなと思います。で、今のが解除時の基礎5つのポイントとしてお話しさせていただきましたけど、本当に、ボディメカニクスもめちゃくちゃ大事です。体の使い方ですね。解除の負担が少なくなるボディメカニクスも非常に大事ですけど、今言った5つっていうのも本当に大事なことなので、外せないことなので、ぜひ覚えていただきたいなと思います。ということで、山田君、じゃあワンポイントアドバイスをお願いします。今日のね、この解除の基礎5つのポイントというところで、挙げてもらってますけども、一番ね、僕大事な、一番では2つ、この中で、僕の中ではすごく大事かなと思うの。5つの中の2つ。さらに2つになりますね。1つ目は、もうその方を知る。これはもうすごく大事ですね。特徴がその方にとってあるので、緊張が入るのか入らないのか、それによってちょっとやり方も変わってきますし、そこを知ってることでリスクがかなり軽減できる、解除量も軽減できるっていうところで、そこはもうしっかりね、事前な情報で分かるところなんで、押さえてから介護に入っていただきたいなと思います。で、2つ目なんですけども、これはもう僕はやっぱりね、離破食ということもあって、中腰筋握り。これすごく大事ですね。もう触り方、タッチですね。僕らタッチって言うんですけど、それ一つで緊張がポーンと上がってしまったり、かえって恐怖心を抱かせてしまったりすることがすごく多いので、触り方一つ、タッチ一つ、中腰筋をすごくきれいにできる人が解除すると、その方も安心されて、こちらの解除量がすごく減るなっていうイメージがありますので、この2点をできたら僕はおすすめで、特に注意してやっていただけたらいいのかなと思います。特に中腰筋握りはね、多分、セラピストじゃないと習わないことなのかなとは思いますので、ぜひね、この動画見て、前の動画も見ていただいて、押さえていただきたいなと思います。ということで、いつもコメント、高評価ありがとうございます。これからも介護技術を発信していきますので、ぜひチャンネル登録、応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。